フィギュアを乗っけるんで、どうせならね、ちょっとシートベルトとかも再現したいんですけど、シートベルトを一応作るときは、このね、すりとかに使うこの鉛の板ですね。こちらの方でシートベルトを再現していきたいと思います。ちょっと余剰のね、エッジングパーツ使ったりとかして、シートベルトこのキャッチの部分ですね。あとリアのシートベルトと、これ前側のシートベルトですね。一応こんな風に作ってみました。ちょっとこのままね、塗装の方を行いたいと思います。一応金属パーツなんで、最初にね、メタルプライマーの塗装をします。はい。ではね、フィギュアと、あとシートベルトをね、こちらの車内の方に取り付けを行っていきます。運転席側のシートベルトを取り付ける前に、いよいよフィギュアを室内の方に配置していきます。クリアのね、プラ板を使ってアクリルのね、防護板を作ってみました。こんな感じですかね。いやー、なんかそれっぽくなりましたね。はい、なんかそれらしくなったと思いますよ。なんかここの隙間のところからね、こう、違反切符出されるんですよね。ボディの中に入れてしまうと見えなくなっちゃうと思うんですけど、消火器をね、足元の方に設置しておきます。
そしてキットに付属していた電子表示板を製作しているんですが、デカールの中にね、オプションとして何個か選べるようになってまして、今回はね、交通違反取り締まり中っていうのを選んで、デカールの貼り付けを行っています。内装の方はこちらで完成となります。いやー、意外によくできましたね。完成するのが楽しみです。はい、子供用のね、おもちゃのパトカーから、この電飾の装置と、この音響のね、部品を取り出してきたんですよ。で、これ結構よくできてるんですけど、音が結構種類多いんですよね。んで、ちょっと今鳴らしてみますね。で、これもともとパトライトがついてたんですよね。で、こちらヘッドライトが点滅するようになったんですけど、ね、こんな感じで音が一緒に出るんですよ。クラクションの音だったりとか、あとね、こんな感じでね、ちょっと臨場感が高まりますよね。で、ちょっと一部ね、改造したりとかして、これを、今作ってるね、クラウンのパトカーに移植していきたいと思います。こちらの赤色灯に、これをそのままね、配置したいので、まずこれを切断してしまいます。よいしょ。で、このパトライトも、直接ね、車の本体に行くのは細い線でパトライトまで持っていきたいので、これをね、ちょっと切断をしていきます。どうしようかな。もう一個ちょっと短めに切っていきますか。はい。で、こっちも、こっちは短めに切っておいて、こっちはちょっと長めにやっていきましょう。はい。じゃあまずね、電池ボックスの方をハンダで決線していきます。で、ここに熱でね、収縮するタイプのチューブをつけます。で、これはライターとかで炙ると、熱で縮むんですよね。先ほどね、使ってたこの大きいね、LED に変わって、この小さいね、チップ型の LED ですね。こちらを埋め込みたいと思うんですけど、とりあえずちょっと一旦ね、点灯する確認だけしてみましょう。で、これね、このプラスの部分に抵抗をね、つけないといけないんで、はい、まずはね、このプラスの線に抵抗をハンダ付けしていきます。それでは決線すれば光るはずなんですよね。今ね、微妙に光ってるんですよね。ものすごく小さいんで、ちょっとわかんないかもしれないですね。一応光ってるんですよね。ちょうど今ね、この部品ですね。赤色の蛍光灯ですね。こちらの方を作っています。このね、部品のですね、
この真ん中のところに穴を開けて、このね、LED のね、この線を通したいと思います。そんなに太くなくても大丈夫なんで。これはね、0.75 ミリのドリル使ってますね。そんなに線が太くないので、完成した時にね、目立たないぐらいの大きさの穴を開けたいと思います。じゃあ、穴にね、配線の方を通していきます。ちょうどいいですかね。ちょうどいい穴ですね。ほんとね、これ線が細いので助かりますよね。これ今真ん中にね、このチップ型の光源が入ってるんですけど、これ小さいので、もうこれね、このままここにこうカバーしてしまえば、部品の中にね、LED のこの赤のライトがつくと、そういった感じになります。で、ここはね、まあエポキシ接着剤とかで留めてしまった方がいいでしょうね。で、その前に、これね、表面をね、艶消しの黒で塗装しますので、最初に塗装を終わらしてから部品としての組み立てを行います。内側をね、シルバーで塗装しておきます。はい、今ね、ちょうど内側の色をタミヤのね、XF16 フラットアルミで塗装したんですけど、個人的にはね、このミスターカラーのシルバー、こっちラッカー塗料になるんですけど、こちらでもね、結構いい効果出るんじゃないかなと思います。はい、それではね、天井のパドライトの方の製作を続けるんですが、まずはね、土台になるものを、シルバーで塗装します。はい、シルバーでね、塗装の方が終わりました。で、ちょうどこのパドライトのこの部品の中で、光源となるね、こことここかのそれぞれの部品に先ほどのね、チップ型のこの LED を組み込んでいきたいと思いますので、今からねその作業の方を始めたいと思います。これか、この部品を全部で6つ使います。細かいからね、LED をつけるの結構大変なんですよね。チップ型の LED 自体がもっと小さいので、取り付けすること自体は全然問題ないんですけど、取り付ける作業をするのにね、すごく小さいので、ちょっと大変ですけど、頑張って行っていきましょう。まずは穴ですね。はい、先ほどと同じですね、0.75 ミリで穴を開けていきます。後ろ側の方の光源は、LED をね、1つの場所に2つつけたいと思うので、2箇所穴を開けましょう。で、残りは片側ずつ光らせますので、まずはここに1箇所開けて、はい、LED の接着はまたエポキシ接着剤で行います。はい、私は結構プラスチック以外のものを接着するときにはこちらのタミヤのエポキシ接着剤をよく使ってます。で、2分タイプのやつとかも他のメーカーから出てるのあるんですけど、これね、2液混合で使うので結構ね、使い方間違えるとえらいことになっちゃうんですけど、これね、結構強力にくっつきますんでおすすめです。でね、大概のものくっつきますね、これで。ぜひね、使ってみてください。多分そんなにねつけなくても大丈夫なんで、もうごくね
少量を点付けでいきましょう。まずはこの穴にね、配線を通してしまって、よいしょ、ずーっと通してしまって、で、ここで止めたいんですが、はい、取り付けの方は終わりました。で、この後ね、このベースの上に部品を取り付けていきます。これちょうど今パトライトの中身の部分なんですけど、この今 LED つけた部品が結構自由についちゃうんですよ。で、一つ一つそれぞれね、取り付ける角度がついてるみたいなんで、これね、よく見て作った方がいいですね。いやー、これね、片側の LED は4本ついてて、合計でね、8本の線を通すんで、結構ね、大変な作業なんですよね。全部の赤色蛍光灯が塗装乾きましたので、これからね LED のチップを組み込んでいきます。これね、パトライトのね、この合わせ目の部分の成形の状態があんま良くないんですよ。で、1000番のね、スポンジヤスリで磨きをかけてって、滑らかにした上からね、上からコンパウンドかけたりとかして、このテッカテカにね、磨きをかけたんですけど、まさかね、この作業がね、入るとは思いませんでしたね。ただまあ、仕上がりね、すごく良くなったと思います。まずはね、もう一度1000番の布やすりでね、磨きをかけます。そして次は2000番ですね。そして3000番に移ります。で、ここからはね、コンパウンドになります。まずタミヤの細めで磨きをかけていきます。そしてタミヤの仕上げ目で最後仕上げをかけていきます。配線を通したいので、目立たないところにね、穴を開けていきたいと思います。とりあえずここかな。で、もう片側は同じ位置でやりましょう。まず 0.75 で開けたんですが、次は1ミリかな。1.5 ミリぐらいまでで大丈夫だと思うんですけど、一気にね、大きい穴開けると失敗するので、
少しずつ大きくしていきます。はい、穴開きました。で、ここに、最初に作っておいたね、ハトライトのこの中身を止めていくんですが、とりあえずね、一旦ちょっと仮に穴に通してみましょう。はい、一応こんな感じで乗りますね。で、LED のコードがね、2束出てます。で、とりあえずね、止めた方がいいかな。一応エポキシで止めましょう。一箇所とりあえずね、形止まってればいいので、真ん中あたりにしときますか。で、これをこのまんま真ん中の位置に設置して、で、パトライトの蓋を閉めます。とりあえずね、挟んどきましょう。よし。で、この状態で、流し込み接着剤をね、この周りに流し込んでいきます。ちょっとこのまま乾燥時間を置きます。なんとかね、パトライトの方が完成しました。いや、これね、車体にくっつけるの楽しみですよね。今回の動画はこちらで終わりとなります。でね、工程的にはね、残り半分ぐらいだと思うんですけど、まずね、塗装の方をして、デカール入れましたら、上からね、ウレタンクリアの塗装の方をしていきたいと思います。で、結構今回ね、がっつり作っちゃってるんですけど、説明書通り作ってもね、これ結構ね、高い完成度で仕上がると思いますので、ぜひね、皆さん一度ね、作ってみてください。日頃から皆様からの温かいコメントや高評価ボタンはとても励みになっています。本当にありがとうございます。そして、まだチャンネル登録をお済みでない方も、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。